こんにちは、大輔です。本日はフィリピンの最新の渡航制限の緩和のですね、徹底予測殺していこうじゃないかということなんですけど、2021年2月最新バージョンということでね、やっていきます。僕はですね、昨年の3月からフィリピンにいる彼女と会えずに、ここまで至るということなんですけどね、どうしてくれんねんフィリピンということなんですよ。そんな私が皆さんを代表して、徹底予測をしていく、真面目に予測をしていくというですね、今日の流れなんですけど、特にですね、やっぱこれ聞いていただきたいなという方、それはですね、フィリピンにお仕事がある方であったり、家族がいるという方、恋人がいるとかね、そういう方々なんじゃないかなと思うわけなんです。あともちろんですよ、皆さん、ピン中の皆さんのね、気持ちも僕はね、分かっているつもりなんですよ。なんつっても男ですから。はい。ということで、進めていきましょう。未来確実にこうなるっていう風にね、断言することは難しいんですけど、楽観的、中間的、悲観的、いろんなシナリオをですね、描きながら進めていきたいということで、今後の皆さんの渡航計画、あと人生設計にね、いろいろ参考にしていただければと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。まずね、予想立てていく前に、昨年11月に立てた予想の答え合わせしていきましょうか。これもね、3ヶ月ぐらいかかっていますから、これはね、僕の予想が合っていたのかどうか、これをですね、チェックしていこうということなんですけど、まずですね、予測、どんな前提で立てたかっていうと、3つのフェーズで予測を立てました、前回。フェーズ1がですね、最低限お仕事でフィリピンに入る必要がある方っていうのは、満足にね、行けるようになるんじゃないかというのをフェーズ1として置きました。これは、就労ビザ、いわゆる9G ビザですよね。こちらが開放されるんじゃないか。あとはですね、これに合わせてマニラ首都圏が MGCQ に緩和されるんじゃないかということでフェーズ1として見ていました。そしてフェーズ2になると、今度はですね、観光客の方がそれなりに自由に渡航できる状態になるんじゃないかっていうフェーズをね、ここに刻んでいました。観光ビザの緩和と、あとは入国時の隔離ルールの撤廃ということでね、これをフェーズ2としてみていました。そして最後フェーズ3がですね、さらなる緩和ということで、入国時の PCR 検査だとか、こういったものがね、撤廃されて、もうほとんどコロナ前の状態に戻るという、このニューノーマルなフェーズを、フェーズ3というふうにね、してみていたわけなんですね。それぞれのフェーズがどういうタイミングで来るのかっていうのを楽観的、中間的、悲観的ということで予測を立てたんですが、結果どうなったのか見ていきましょう。まず楽観的予測からなんですけど、フェーズ1がですね、1月から始まるよということで予測を立てていたこのね、見込み。これはですね、残念ながらコロナの変異株によって破れてしまったということで、これはね、なかったんですけど、ただしですね、2月の16日から 9G などのね、この就労ビザをも含む方々を対象にして、有効なビザを持つ方に関してはですね、入国ができるようになるということで、緩和が発表されてましてね、こちらの動画でも解説をした通りなので、楽観的予測っていうのは、残念ながら外れたという形ではありますけども、中間的予測に比較的に近い形で、緩和が進んできているというふうな見方があるわけなんですね。一方でですね、マニラ首都圏が未だ GCQ をキープして、ロックダウンのレベルがね、まだ一段階高いレベルにあるということなので、これね、MGCQ とはなりませんでしたという意味では、当時イメージしていた悲観的予測に寄っているのかどうか、これがね、見どころなんですけども、僕は決してですね、悲観的予測の方に寄ってしまっているのが今のフィリピンだというふうには思っていないわけなんですね。なんでかっていうと、11月に予測を立てた時点ではですね、織り込めていなかったものっていうのがいくつかあったんですよ。ということで、まずはね、なんといってもコロナの変異株のお話なんですけど、これによってフィリピンはですね、昨年末から1月の末まで多くの国からの外国人の入国、これをね、禁止していました。もちろん日本も含んで禁止ということなんですけど、あとはこのコロナの変異株がもたらした変化ということで、これはね、決してフィリピンに限った話ではないんですけど、各国がですね、この入国者に対して、厳格な隔離ルールを置くようになり始めたということなんですよね。これは日本も含めてそうなんですけど、フィリピンに関しては漏れなくそうだったということで、政府指定のですね、強制隔離措置が必須になったということなんですよね。対象はですね、基本的には入国をされる方すべてということで、入国後の6日間はですね、政府指定のホテルに泊まらなければならないということで、おそらくですね、これも自由に外出するってこともきちんと監視されているようなものだと思いますけど、こういったですね、政府指定のホテルというルールが加わったわけなんです。
なんですね。そして6日目に PCR テストを受けて陰性が確認されれば、あとはですね、目的地である地方政府の管轄の下で自主隔離を続けてくださいねというのがフィリピン独自のスタイルなわけなんですね。なので、過去の緩い感じの自主隔離をね、やってくださいというスタイルとは違うわけで、ここはね、強化された、点っていうのは、評価できるんではないかなというところですよね。で、こういったですね、隔離ルールが強化されることによって、メリットを、押し出せている国っていうのが、もうね、出てきてるんですよ。アジア圏の中に。ということで、これね、タイのモデルなんですよね。12月の下旬からビザなし渡航で隔離前提の入国を可能にしているのがタイということなんですけど、ワクチン接種者のですね、隔離免除をさらに4月からできるように、検討がね、始まっているなんてことも言われてるんです。なので、もしかしたらですよ、皆さん、フィリピンがこういったですね、アジア圏の中でも先進的なタイのモデルっていうのはありますので、もしかするとフィリピンがこれに追従していくという可能性も、これありえない話じゃないんじゃないかなというふうに見ています。あとはですね、ワクチンパスポートの話もフィリピンの中でね、これ出始めてるんですよね。フィリピン政府としてもワクチンパスポートこれ進めていこうじゃないかというお話でして、今ね、まだ WHO としては、まだね、支持するというスタンスではないとは思うんですけど、事実上、日本もそうですけど、フィリピンも含めてですね、世界各国でワクチンパスポートを、これをね、前向きに検討していこうじゃないかということで、動き始めてる。この動きはね、このムーブメントはもう明白なんじゃないかと思うわけなんですね。すでに、欧州ですとか、中東の一部の国ではですね、ワクチン接種者の隔離免除がもうすでにスタートしているということですので、このワクチンの有効性が今後認められていけばですね、この動きっていうのはどんどんこうグローバルに広がっていくというふうに思われます。ということで、こういった点を織り込みながらですね、最新の渡航緩和の予測をやっていこうというのが、この動画の後半のね、今からお話しする内容になってくるわけなんですね。どういう順序性でフィリピン政府が緩和をしていくんであろうかということをまず前提としてね、考え方を組み立てていきたいわけなんですけど、まずこれもね、3つのフェーズに分けて考えることにしました。まずはフェーズ1です。これはですね、マニラ首都圏が MGCQ になって、ローカル経済がですね、より復活の方向性を向いていくというフェーズがもう間違いなくてこれあるんじゃないかということなんですよね。そしてその上でフェーズ2として観光客を含む短期滞在ビザが解除されるんではないかということで、順序立ててみました。ただし、以前のようにですね、自由に皆さんが入れるというよりかは、観光ビザで入れるんだけども、隔離ルールは徹底してくださいねという条件付きということが一つ考えられるわけなんですね。これは、先ほどもですね、挙げたタイのモデルと同じようなことで、フィリピンが追従していく可能性があるんじゃないかということを表現してみました。そして最後のフェーズ3なんですけど、これはですね、ワクチン接種証明を提示することで隔離免除するというフェーズが最終的には来るんじゃないか。これがですね、おそらく、フィリピンだけではないんですけど、世界各国での、ニューノーマルの姿、スタンダードなものになるんじゃないかなというふうに、今のところは見させてもらっています。ということで、これまでもですね、フィリピンに関しては入国制限の緩和をね、段階的に実はやってきてる国なんですよね。2020年の11月、投資家ビザ、あとはね、9デイビザ、これ通商公開条約に基づくものですよね。これが解除されました。あとは、経済特区が発行するビザだとかね、こういったところが次々と、緩和されていったのがフィリピンの年末の動きだったんですよね。そして12月になると、バリクバヤンプログラムと呼ばれるですね、フィリピン人の配偶者の方だったり、お子さんだったりですね、こういった方を対象にして、ビザなし渡航の免除がなされたわけなんですね。そして、里帰り用にも 9G ビザの追加がされたのが昨年の12月の出来事だったわけなんです。そしてですね、残念ながら一旦は12月の下旬から1月の下旬までコロナ変異株の影響もあって、再度入国禁止になるわけなんですけど、これもですね、2月1日にはひとまずは元通りになりましたよね。そして2月16日からはさらに緩和されるということで、有効なビザを持つ外国人はですね、基本的には隔離プロトコルに従う必要はもちろんあるんですけども、入国できるようになるということでして、ただしこれはですね、観光目的を除くよということが前提になっているので、残すところはあとはね、観光ビザということになるんだろうと思いますけども、こんなね、背景をもとにして、予測をしていこうということなんですね。
それではまず楽観的予測から見ていきましょう。観光ビザだいぶ先なんじゃないかっていう風に思われがちなフィリピンなんですけど、このね、フィリピンルール変更は突然にということですので、楽観的予測としてはですね、割と早い段階でどんどんね、緩和されていくんじゃないかということで、描いてみました。まずは3月に MGCQ になる可能性、これで、十分にあると思います。今はですね、マニラ首都圏中心に、結構ね、その営業ルールが、緩和されていく動きがローカルでは出てきてるみたいなので、3月の MGCQ 入りの準備段階にあるんじゃないかという見方があるわけなんですね。なので、まずは3月に1段階ですね、ロックダウンレベルが緩和されて、さらにその1ヶ月後の4月にですね、観光目的を含む短期滞在ビザが緩和されていくんじゃないかということで考えてみました。そしてですね、7月になるとワクチン接種証明によってですね、隔離免除がなされていくということなんですよね。で、これの、楽観的予測を実現するためのめちゃくちゃ重要なポイントはですね、隔離が前提ということなんですよ。というのも、隔離プロトコルがきちんと機能していればですね、外国人の入国リスクっていうのは、低く保つことができるということで、これアジア圏ではタイによって実証されようとしてますので、注目をしていきたいなというところなんですよね。皆さんよく考えてみてくださいよ。このね、仕事目的で来た人と観光目的で来た人、これね、どっちがリスクが高いかっていうのはね、特にないんですよね。同じ人間ですから。なので、観光目的で国を開くかどうかっていうのはあくまでもキャパシティで決まるというね、例えばこのあるホテルがあった時に1ヶ月の間にですね、100人しか受け入れられないというところに対して、いろんな目的を持つ方がですね、無条件でこうね、いっぱい呼んでいいわけではないので、徐々に段階的に開いていく、キャパシティを広げていく、計画が、フィリピン政府としてはね、必要だということで、今はこれで、条件を絞ってるわけですけど、ある程度ですね、受け入れ先が整ってくれば、観光ビザも開いていくという考えるのが、自然な流れでして、そしてですね、もっと言えることとしては、観光目的でのビザをね、これ開いたとしても、そんなね、人集まらないんじゃないかっていうことも考えられるわけなんですよ。なんでかっていうと、隔離ホテルの予約が前提になるわけですから、以前のようにバンバンね、インバウンドの渡航者が増えるというよりかは、本当にね、もう行かざるを得ないというね、特殊な事情を持っている方に限定して、渡航が進んでいくということになりますから、以前のようにですね、人が一気に押し寄せるということが、ないわけですから、だからキャパシティが許せば少しずつ開けていくという考え方ね、これをフィリピンも取っていくんじゃないかということですね。こういった政府の考え方の一つの可能性として、シミュレーションしてみたのがこの楽観的予測ということなんですけど、これ万が一ですね、そうなった場合にちょっと心配な点があるんですよね。フィリピンの場合は強制力が働く隔離施設での滞在、これの期間がですね、6日間というふうにされているんですよ。これは周辺国と比べるとちょっとね、短い。ちょっとっていうか、半分以上短いよね。多くの国が採用しているのは14日間隔離ですから、これからすると6日間は強制力が働くっていうのはね、ちょっとやっぱ短いですよね。ただ、これで終わりってわけではなくて、地方政府の管轄に移管された上でですね、残りの隔離期間を過ごしてくださいという定義ではあるので、フィリピンもね、そういう意味では14日間を超えるような、14日間以上の一応隔離してくださいというルールではあるんですけど、このね、徹底したルール適用が、一応ね、6日間は有効だということで、コロナの変異株が抑え込めるプロトコルなのかどうか、白黒はっきりしてくるんじゃないかなと思われるんですね。なんで今は何とも言えないんですけど、こういったですね、隔離ホテルもどんどん増えてきてるという印象なので、ホテル関係者の方にはですね、こういった情報が、どんどんね、入ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。公式な情報っていうのは出てこないんですけど、徐々にね、こう準備される方っていうのは増えてはくるので、こういったところのね、情報の出方っていうのは注意をしていきたいなと思うわけなんですね。はい。ということで次に中間的予測いってみましょう。こちらはですね、フェーズ1のですね、MGCQ 入りが4月頃なんじゃないかということでね、表現をしています。そして次の観光客を含む短期滞在ビザ、フェーズ2の緩和は7月頃に訪れるでしょうと。これは隔離ルール付きということですけどね。そして10月になるとワクチン接種証明で隔離免除ができていくんじゃないかということで、この中間的予測としてみました。どうですかね、皆さん。昨年フィリピンの観光省がこんなコメントをね、出してたんですけど、この2021年の後半まで観光は再開しないよというね、ことをね、有識者がおっしゃってたわけですけど、当初はね、僕そんなかからないんじゃないかなと思っていたんですけど、今のね、今回出したこの中間的予測っていうのは、昨年のフィリピン観光省のコメントに、ある程
程度ね、沿ってると、それに相当するものだということなわけなんです。はい。ということで、これね、それなりにあり得る方向性なんじゃないかなというふうに見ていますが、皆さんどうでしょうか。はい。ということで、最後のですね、悲観的予測いってみましょう。これは最も考えたくないシナリオなんですけども、ウイルスとはですね、目に見えないものですから、未来どうなるのか、誰にもわかりませんということで、まずは1日あたりの陽性者の数っていうのが、ここからね、今ちょっとね、下げ止まってしまって、2000人をね、ちょっとずつ超えるような日も出てきてしまっているので、ここで踏ん張ってですね、落ち着いてくれればいいんですけど、これがですね、仮に増えてしまってた場合、いわゆるフィリピンとしては大きな第2波が到来する、再到来だというね、こういう捉え方ができるんじゃないかと思うわけです。で、大体、このね、大きな波が次に来てしまった場合っていうのは、この発生が確認されてからですね、やっぱり収束するまでの間っていうのは、大体やっぱ4、5ヶ月ってかかっちゃうんですよね。なので、今後、万が一ですね、これから第2波が起きてしまったとすると、その収束ポイントっていうのはですね、早かったとしても9月ぐらいなんじゃないかということで、一旦ですね、9月に MGC 級にようやくなるというですね、ロードマップをここに、考えてみたわけなんですね。そして、それ以上緩和が進むっていうのは、来年の2月頃ということで、ワクチン接種証明での隔離免除と観光客を含む短期滞在ビザの開放、これがですね、セットで来年、までお預けというですね、可能性もあるんじゃないかということですね。皆さん、どうでしたでしょうか。このね、悲観的予測については、あくまでも今考える最悪のシナリオということで、1年パンデミックをですね、経験してきたフィリピンということなので、もう一度この悪い状況に陥ってしまうということは、考えづらいとは思うんですけどね、ただし何事も 0% ということはありえないだろうということで、あえて、ここに挙げさせてもらいました。はい、どうでしたでしょうか皆さん。僕としては中間的予測あたりが可能性として高いんじゃないかなと思いますけども、皆さんのね、お考えをまた教えてもらいたいんですけど、今どちらかというと、フィリピン経済は、回復をしていこうという波がね、今訪れ始めているような雰囲気ではありますので、楽観的予測、これがね、実現されていくっていう可能性もね、もうこれ十分あるんじゃないかなというふうに見させてもらっています。皆さんとしては、どのシナリオが一番ね、可能性が高いと思われましたでしょうか。もしくは、ここに載っていないような第4、第5のね、シナリオがあるのかどうか、皆さんの意見をぜひコメントで教えてもらえればと思います。本日は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。大輔でした。